ほいどうもです。ということで、いよいよブルームバローのアーリーアクセスが始まりましたので、今回はこちらの新カード満載のトカゲアグロを紹介したいと思います。ブルームバローでは様々な動物がフィーチャーされているのですが、トカゲも構築目線でしっかりと強い種族となっています。1マナ域からしっかりと2種類のクリーチャーを採用でき、特に玉虫色のツタ打ちは上陸するために1点ダメージ、さらに申請コストも軽く3マナでツタ打ちを2体出すこともできるので、1ターン目においても3ターン目以降においても強く、これ1枚で大量にダメージを与えてくれるカードになっています。もう1種類の1マナ域、雇われ詰めも1マナ域としては強力で、トカゲが攻撃するために1点のダメージを飛ばすことができ、さらにマナを支払うことで毎ターン育っていくので、見かけ以上に厄介なクリーチャーになっていますね。炎蓄えのヤモリはパイオニアで活躍しているエンズ族の使者と同等の強さがあり、ライフを失わせる必要はあるのですが、条件を満たせばフリーで唱えることができ、さらにおまけでルーティング機能もついているので、かゆいところに手が届く1枚となっています。ヒガラスの同士は2マナアンコモンながらとんでもスペックで、対戦相手がライフを失っていた場合、ライブラリートップ2枚から好きな1枚をプレイすることができ、生き残るとどんどんとアドバンテージを取っていくことができるようになっています。鱗の消熱ゲブは2マナ3人というアタッカーサイズに加えて、5砲ライフ2点の除去耐性も持っていて、さらにサイズアップやトカゲ呪文キャストで1点など、2マナ域としては無視できない強力なカードになっていますね。警官の炎呼びは3マナ33という標準スタッツではあるのですが、トカゲのダメージが全てプラス1点されていくので、低マナ域を並べた後に出すとかなり強力な生物ですね。さらに能力のダメージもプラスされるので、ゲブやツタ打ちも1回の誘発で2点飛ばすことができるようになっています。はい。ということで、見た目的にはね、デッキパワーを感じにくいと思うのですが、実際に回してみるとかなり厄介なアグロデッキになっていますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。一旦目からしっかりと動いていくことができるので、キープしていきましょう。3ターン目に炎呼びが出せるのも、かなり強い動きですね。さあ相手はこれ、青赤果敢ですね。青赤果敢も、新セットで、かなり注目されている秋タイプにはなっています。さあということで、まずは雇われ詰めを出していきましょう。さあここは目立ちたがり、かなりいい動きですね。さて、除去はあるんですが、ただこっちもアグロデッキのため、クリーチャーを出しておきたい、感じはありますね。ゲブを出して、とりあえず2点ですね。これでゲブが生き残れば、こっちのクリーチャーがね、どんどんとでかくはなっていくんですが、さあ、ただここは、はい、即除去っていく。最低限ね、2点ダメージを与えることができるので、いいでしょう。そしてジャスパー。ジャスパーも強いんですが、とりあえずこのターン、ちょっと目立ちたがりは除去っておきたい感じはありますね。こちら後手ということで、さすがに、ライフがね、だいぶ詰められているということで、さあ、ヒガラスの同士で、はい、土地を持ってきましょう。一応相手の、能力によって宝物トークンがね、出てるので、目立ちたがりを除けることはできますね。さて。さあ、ここはもう一回、カワウソを出してくる。火力は持ってなさそうかな。いや、持ってますね。さあ、ショック。火遊びがローテーションをしてるということで、ショックをね、採用せざるを得ないんですよね。さあ、ここ山。黒マナがあればね、ちょっと、動きやすかったんですが、ジャスパーフリントプラス、ツタ打ちって行きたかったですね。ただあれか、ツタ打ちを申請コストで唱えることによって、1マナクリーチャーながら、はい、土地を置くだけで2点のダメージを飛ばすことができると。これ強いよね。さあ、さらに、雇われ詰めで2点を入れていく。この、パワータフネスだけを見るとね、ちょっと弱そうに見えると思うんですけど、実際はね、この能力でどんどんとダメージを入れていくことができるので、見た目以上に、かなりね、速いデッキになってますね。さあ、ただ相手これ土地を引かずか。ちょっとラッキーな部分もありますが、これもう勝ってるので、まず炎呼びを出してから、
ランドを置いて、これで2点2点ですね。とんでもない。で、さらに殴って、一気に削り切っていくと。GG。さて、こちら先手。とりあえず1マナ域から出していけるということで、キープしていきましょう。ヒガラスの動詞もあるということで、どんどんとアドバンテージを取っていくことはできますね。さあ、まずは雇われ詰めを出していく。相手は沼からスタート。ハンデス。はい。土地でいいですね。そのヒガラスの動詞があるので、ただこれは先にゲブですね。ゲブを先に出しておくことによって、後続のね、クリーチャーがどんどんとでかくなっていくので、さあ、まずは2点を入れていく。ゲブ、除去られたとしても、第一メインにヒガラスの、動詞を出すことによって、土地をね、探しに行くことができるので、それはそれでという感じではありますが、さあ、相手ゲブを触っている。除去を持っている可能性は、はい、ありますね。討伐。討伐確定除去ではあるんですが、操作りというのがかなりね、ネックですよね。さあ、とりあえず動詞を出していきましょう。で、殴ることによって、動詞の能力が誘発。おーっと、ただ土地引かず。なるほど。さっきのドローと含めて、トップ3枚見てね、土地なかったのは、アンラッキーですね。さあ、相手黒単ですかね、これは。そのまま渡してくる。なるほど。そしてここでファストランド。ただ、同士があるので、一応そのまま殴っていきますかね。ファストランドを引いてるんで、このターン土地をめくった場合は、4マナ目が、タップインにはなってしまうんですが、さあ相手止まってきてるので、おそらく除去を持っている感じではあるかなと。打ってこない。さあ、これで、4点。いや、除去持ってるな。持ってるけど打たない。さあ、4点入ってから、同士の能力が誘発。土地か、1マナクリーチャーかなんですが、ここは土地を引いていく。顔面村は、その、能力持ちの土地ではあるんですが、次のターン、その、ファストランドがタップインっていうことを考えると、一応沼をもらっておいた方がいいかなと。さあ、さらに、炎蓄えのヤモリを出すことによって、2マナ増えていくので、雇われ詰めの能力を使っていきますかね。相手の動き的に、多分ね、これ黒タンコントロールっぽい感じなんですけど、除去は持ってますよね。はい。3マナ確定除去1マナクリーチャーに打ってきてるんで、全然 OK ですね。さあ、残り10点からの調査員。これは土地を捨てていきましょう。ヒガラスの同士によって、土地はね、本当にもうどんどんと持ってくることができるので、さあ、ただここもタップインを引いていく。この盤面だとおそらく、同士2枚目出して、そのまま、パスですね。パワー3あれば、調査員はね、突破できるので、次のターン、4マナ生き出して、パワーを上げて殴っていく、という形に、ただ、さらにハンデス。はい。ハンデスデッキですね。さて、雇われ詰め。悪くはないですね。アタック時に1点飛ばすことができるので、このターンフルパンでも全然 OK ですね。フルパンして、ヒガラスの同士の能力誘発で、カードを、探すことができると。フルパンするか、ヤモリだけでアタックかって結構悩ましいんですけど、一旦ヤモリだけアタック。
お、なるほど。ブロックする。ただ動詞の能力は誘発。まあ、2回誘発してるんで、2マナクリーチャーを抜くことによって、はい。土地を引いてきた場合は、そのままキャストすることが可能と。うん。さて。さらに、爪の能力を起動することもできますね。なんかこういうハンデスデッキ相手って、まあこっちのデッキは結構ね、どんどんとね、カードを引いていくことができるので、まあ割とやりやすい部類な気はしますね。さあ、メレックスから手がかりでドローをしていく。うん。まあ何もなければ、次の段には勝っていくことはできますが、まあさすがに何かしらは持ってそう。除去は、まあありそうですよね。討伐、はい。まあ討伐はね、ほんと、ソーサリーなのが、かなり弱い。さらに討伐、3枚入ってるんだ。さて、これは、まあ2枚目置いて、さらに、顔面村も使って、殴っていきましょう。まあこれ速攻もね、持つんで、さあ、6点、7点までいくか。まあ一応7点入れていくことによって、爪さえ生き残れば、もう能力で勝てる状態にはなりますね。さあ、残り1点まで。まあ、どうして誘発するんですが、このターンは、キャストすることはできないと。まあ、相手はこれもう全体除去、するしかない状況ですね。お、なるほど。強奪引かせて、そのままもらっていくモードでキャストですね。相手これ完全にハンデスデッキだな。さあ、1体除去っていきますが、まあ、さすがに、勝ってそう。除去だとしても、3体目のクリーチャー引いて、さらに顔面村で速攻をね、つけていくことができるということで。はい。さあ、削り切っていくと。GG。さあ、やっていきます。こちら後手。まあ、1ターン目から一応動いていけるんですが、まあ、2マナ息がないのがちょっと不安な反応ではありますね。お、ただヤモリを引いていく。さあ、相手はゴルガリからのスルタイ。スルタイは、なんだろうね。ちょっとカードを見ないとわからないですね。お、1マナクリーチャーにのど首を使っていく。なるほど。まあ、ただ、ここにのど首を使ってくるということは、まあ、除去マミネハンドの可能性はね、全然ありますね。さあ、とりあえず、ヤモリを出していきましょう。迷路庭園。うん。さあ、この後3ターン目、4ターン目のアクションはありますが、そういうデッキか。スルタイランプとりあえず、炎を呼び出して殴っていきましょう。これでまあ、パワーが3と同等ですね。さあ、スルタイランプ、まあ何がフィニッシャーになっていくのか。まあ小道がね入ったことによって、まあ分析者とか、あと日サとか、まあそこら辺もね、まだまだ使える感じではあるんですが、さあとりあえず4マナは用意して、という感じですね。うん。まあこのターンはとりあえず、投了を出していくしかないかなと。さあ傭兵がさらに2体出て、で、傭兵を、まあ使っていくことはね、できるということで、まあ2体とも、起動して殴っていきましょう。まあ1体はね、チャンプされて、ダメージ解決スタックで能力を起動されていくんですが、まあ前あったその鋭いランプ、4マナの全体除去入ってたんで、まあ全体除去あったらさすがに投了レベルですが、緑コーラ。はい。まあこいつは即除去ることはできるんですが、ただドローが弱すぎる。まあ、除去っていきましょう。さあ、のど首で、とりあえず、緑コーラは除去。残り13点なんで、3、
7、8、9、10、11、12。1点足らんか？いや、顔面村があるか。顔面村あるんで、ぴったり、13点あるかな。相手の除去がなければではありますが。うん。まあ、起動はしていくんですが、さすがに除去は持ってそう。さあ、ヤモリをでっかくしていきたい。完全に持ってますね、これは。さあ、殴っていくんですが、まあ当然ながら、喉首で、クリチャを除去っていく。残り6点。まあ、炎呼びをね、除去られたんで、だいぶクロックが下がりましたね。さあ、これはなんだ？土地を持ってくる。なるほど。さて。まあ、ただ全体除去がない限りは、こっちがね、だいぶ有利な状況ではありますね。さあ、残り6点。何かしらのカードは引いていきたいですが、相手すごいランプだ。フィニッシャーが何なのか気になりますね。さらに土地。まあ、ヤモリでルーティングするか、まあ、1回はルーティングしそうか。とりあえず1回ルーティングして、まあ、何を引いたか次第で行動が変わる感じですね。さあ、崖を捨てていく。状況。除去って、相手が除去を持っていた場合でも多分大丈夫かな。いや、1点足らんか。5点は入りますね。除去を持たれてたとしても。いや、何もなかった。フィニッシャーが見なかったですね。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。